今回は、オスプレイを作成いたします。ローターの角度を変えられるティルトローター機だな。ヘリコプターの垂直離着陸、ホバリングの機能と、固定翼機の速度と航続距離を、同時に実現した、欲張りな機体です。キットの中身です。パーツは、結構多い方なのかな。72分の1スケールでは、多い方と感じます。そういうところも、しっかりと、ヘリコプターの特徴を受け継いでいるんだな。早速機体内部の部品を塗装していきましょう。ミスターカラーの317番、米海軍標準塗装色だな。この色は、コクピットによく使います。艶消しで、キットの色とほぼ同じな、ムラも出にくい良い色だ。今回の内部塗装は、座席とかパイロットが後回しなので、比較的、手番が少なめです。操作盤は、艶消し黒で塗装です。少し複雑な形をしているから、若干塗りにくそうだな。はみ出したら、後で修正いたします。操作パネルにデカールを貼り付けましょう。貼り付けは素直そのものと言っていいです。サイズぴったり、さすが国産プラモと言うべきかな。当たり前といえば、当たり前のことですよね。中身の塗装はこれだけです。パイロットや座席がない分少ないな。消火器なんかも塗り分けましたが、組み立てたら全く見えなくなりますね。無駄な努力と言わざるを得ないな。決して無駄ではない、はずです。さて、機体のパーツで挟み込んであげましょう。隔壁とかがあるあたりが、爆撃機の組み立てに似ているな。次に主翼の上下を貼り合わせます。翼端のパーツは、あらかじめ塗装したんだね。後からでは、塗りにくい場所ですね。そして、主翼を本体に取り付けてやれば、機体の塗装準備が完了です。オスプレイの機体に使う色は、3色です。そのうち2色は、イーグルで使った色だよな。グレー FS36320 と、グレー FS36375 ですね。それぞれ、ミスターカラーの307番と308番だね。しかし、ここ2ヶ月くらいの間、この色ばっかり塗っている気がします。とても塗りやすい色ってのが救いだよね。これが隠蔽力の弱いホワイトとかだったら、発狂していたかもしれませんね。さて、3色目は、グレイッシュブルー FS35237 です。暗い色調のグレーだな。この手の色は、安心して塗ることが可能な、筆塗りの友ですね。1回目の塗装の結果です。当然ながら、1回目はムラだらけだ。売るほどムラがありますね。まあ、買うやつもいないし、売ることもできないがな。さて、続いて2回目の塗装です。薄く希釈した塗料を、複数回重ねる手法だからな。だいたい3、4回の塗装でケリがつきますね。引き分けの悪い色だと6回以上かかるがな。さっきもちょっと触れていたが、この米軍迷彩色のグレーは、引き分けのいい方の色だな。多くても4回くらいでケリがつきますからね。2回目の塗装の結果はどうでしょうか。グレイッシュブルーは、まだムラが多いな。あと2回は必要そうだ。それでも非常に良心的な色だと思います。他の2色は、かなり発色してきてますね。あと1回でケリがつくかもな。さて、3回目の塗装を進めていきましょう。このオスプレイの機体、胴体の出っ張っている部分と、主翼の間のスペースが非常に塗りにくいです。とは言っても、取り付け前に塗るのは、やり方として選択できないよな。ああいった場所は、絵を延長すると塗りやすいですかね。長い絵で塗ると、うまく筆をコントロールできなくなって、前の塗面を破壊してしまいそうだ。3回目の塗装の結果です。やっぱりグレイッシュブルーは、もう少しかかりそうだ。引き分けのいい色じゃなかったようだな。キットのプラの色との相性ですかね。というわけで、グレイッシュブルーをさらに塗り重ねます。かなり希釈されているのも影響してるのかもな。逆にイーグルの色は、長く使ったので、濃いめになってるんでしょうね。塗装失敗にならなくてよかったな。全くです。あれからグレイッシュブルーを2回塗り重ねた結果です。他の色も部分的に抑えたがな。まずもって問題ない状態になりました。それじゃあ、次の工程に行ってみようか。エンジンナセルの塗装です。機体本体と同じく3色での塗り分けだな。そして、尾翼も同様に3色で塗装です。ただし、これは、内側のみだ。はい、
外側については白の下地の上に、赤色で着色いたします。この尾翼の工程は、3回ほど失敗したな。1度目は、尾翼前面へのデカールの貼り付け失敗。2度目は、黒下地を選択して失敗。3度目は、普通に赤色の塗装に失敗です。まだまだ修行が足らないね。全くです。そして、機体本体の塗り分けを進めます。主翼の前縁は、艶消し黒。レドームやシルバーの箇所など、塗り分けるポイントは、それなりに存在します。失敗しないかヒヤヒヤする工程だな。一通りの塗装が終わりましたので、デカールの貼り付けへと移りたいと思います。まずは、マリーンズの表示からか、いつもは、国籍マークからなのにな。こちらの表記からいかないと、国籍マークの位置取りが、うまくいきそうになかったんです。なるほど、さっきのマリーンズのすぐ横が、国籍マークを貼り付ける箇所だからか。そして、今回のデカールの難所に挑みましょう。かなり大きいデカールだな。機体上面を大きく覆うものですね。これだけ大きいと取り扱いに細心の注意がいるな。少しずらすだけでも一苦労です。水分も大量に含んでいるので、地道に吸い取って固定していきます。アラート表示については、複数がまとまっているので、バラして貼り付けたいと思います。バラして貼るのは F2 の時に散々やったな。あのように比べれば、今回は大したものではないですね。小さいデカールは、綿棒の方に、くっついてしまわないよう注意です。面相筆でやった方が無難かもな。デカール貼りが完了したので、次は、墨入れと汚し塗装です。深いモールドは、タミヤ墨入れ塗料。その他は、ミスターウェザリングカラーを活用だな。普段、汚すのをためらうデカールの上も、今回ばかりは遠慮なく汚してやります。デカールの境目に塗料が集中しやすいから、注意が必要だ。完成した尾翼を接着します。デカールを貼った後は、下手なところを持てなくなるな。大変なことになりかねないですからね。そして、エンジンナセルの取り付けです。ポリキャップに差し込むんだが、下手に力を入れられないから困るよな。あくまで慎重に作業しましょう。機体の作業が終わったので、細かなパーツを塗装していきましょう。さっきのフラップとか、このギアカバーは、対応する機体色で塗装だな。ギアそのものについては、大部分を機体色で塗った後、シャフト部分をシルバーで塗装です。タイヤについては、ホイールをグレーで塗り、ゴム部分は、タイヤブラックで塗装です。こいつは、ローターのうちの1枚だな。セミグロスブラックで塗装です。ローターのハブ部分のカバーもセミグロスブラック。逆にハブそのものは、ホワイト系の色になります。ローターとのコントラストが映えるかもな。忘れてはいけないのが、ローターのエッジの塗り分けです。マスキングの上、バリが出ないよう気をつけて、シルバーを塗装するんだね。そして、後回しにしていた、コックピット周りのパーツの塗装です。コックピット内部のパーツは、大抵が艶消し黒での塗装だな。ケーキ板については、艶消し黒で塗装した後、ホワイトでボタン類やエッジを塗装します。久しぶりにドライブラシの出番だ。パイロットの塗装です。パイロットスーツは、3D イエローで塗装か。持ってなかったので新しく買いました。少ししか塗らない塗料を買うってのは、よくあることだな。パイロットの頭部は、ホワイト、ブラックなどで塗り分けます。このスケールだと、とても小さいな。最後は、キャノピーの塗装か。機体色で塗装するのと、上面の左右は、裏側からスモークグレーを塗装します。部品塗装の結果です。あれ、ローターって8本も必要だったか。左右、それぞれ3本ずつですね。勢い余って作ってしまったか。そのようですね。多い分には問題ないんで、状態のいいものをピックアップします。さて、組み付けを進めていきましょう。まず、ギアカバーか。ギアじゃないんだな。カバーを先に取り付けないと、後からでは差し込みにくいようですね。ノーズギアも同じ要領で組み付けだな。こっちは、うっかり順番を逆にすると、取り付けが不可能になるレベルです。そして、プロップローターを取り付けます。エンジンと同じようにポリキャップに差し込む形か。他の部品が取れたりしないよう、慎重に取り付けます。ラストはキャノピーの取り付けです。
今回は、タミヤ多用途接着剤、クリアー、で接着します。MV22B オスプレイ、完成です。作り始めた時は、小柄に感じたが、ローターを取り付けると随分と大きいな。大きなスケールのものを作ったらすごそうです。コックピット周りです。スモークは、クリア色なんで、うまく塗れるか不安がありましたが、それなりに塗ることができました。大きなデカールも木を使った部分だな。これもまた9大点は取れたかと思います。ただ、ちょっと際の部分は気になります。トップコートとかできればな。ローターは、当初予想した通り、黒と白のコントラストが綺麗です。小さなデカールも良い雰囲気を出してくれてるな。尾翼の赤は、非常に苦労した部分です。まさか、3回も塗り直しすることになるとは思わなかったね。背面は、このような感じです。背面は、貼るデカールもなかったから、比較的あっさりとした感じかな。組み立ての時にも触れましたが、ローターは、ボディキャップに差し込んであるので、くるくると回転させることが可能です。エンジンナセルの付け根も同じく可動式だ。ゲルトローターですからね。ただ、この状態だとローターを回転できません。周期状態じゃ、それは無理だろう。キットの中には、スタンドが付いているんですけどね。それも、ジョイント部分を埋める形で作ったから、活用することはできないな。ギアも出しっぱなしだししょうがないですね。今回、クリアパーツは、安心して接着できました。タミヤの多用途接着剤のおかげだな。今回のオスプレイの作成は、ヘリ、爆撃機、戦闘機で、培ったノウハウをふんだんに使うことになりました。プラモ作成でも、欲張り仕様だったってことか。腕を試すには良いキットかもしれませんね。さて、ゲルトローターを備えたオスプレイの作成、いかがでしたでしょうか？引き続き、皆様のリクエストに基づいて、プラモデルの筆塗り作成に邁進したいと思います。長い時間のご視聴、ありがとうございました。また次回も頑張っていきたいと思いますので、何卒、よろしくお願いいたします。